皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本においては菅政権から岸田政権へと交代しました。これに伴って外交についても新しい方針などが出てくるということから、韓国側では日韓関係が少しでも改善するんじゃないかな。特に岸田総理であればもっと話しやすい人物であるから、日本側の方が何か譲歩するようなことによって韓国側の要求を飲むんじゃないかなという淡い期待を持っていました。しかし今のところ岸田総理にはそのような気配が全くないということで、韓国では失望が広がっているようです。これは逆を言えば日本にとっては非常に良いことだと私は思っています。今回はそのことについて解説していきましょう。それではまず岸田総理が韓国側に対してどのような態度をとっているか、韓国側の報道を見ていきましょう。岸田首相、韓国飛ばして各国首脳と電話会談。アメリカやオーストラリアなどクアッド加盟国に続き、中国、ロシアより先に電話会談した菅前首相と異なり、韓国飛ばして就任電話会談を行う。冷ややかな言及などパッシングの兆し。岸田文雄首相が4日に就任してから1週間が経ったにもかかわらず、韓日首脳の初の電話会談が実現していない。アメリカやオーストラリア、インドなど基本的価値を共有する友好国をはじめ、中国やロシアなど緊張の中で関係を管理していかなければならない主要国を優先し、韓国は後回しにした格好だ。10日、首相官邸の日程資料によると、岸田首相は就任翌日の5日、アメリカのバイデン大統領やオーストラリアのモリソン首相と電話会談した。最初の会談相手は、米日同盟を外交安保の基軸とする日本の立場からして、最も重要な国であるアメリカのバイデン大統領だった。続いて、中国の浮上を牽制するため、最近重要性が増しているクアッド加盟国のオーストラリアが2番目の会談相手となった。クアッドのもう一つの加盟国であるインドのモディ首相とは8日、電話会談が行われた。前任の菅首相も昨年9月に就任した後、当時のトランプ大統領やモリソン首相、ドイツのメルケル首相、IOC のバッハ会長らとまず電話会談を行った。ムン・ジェイン大統領との初の電話会談は8番目だった。それでも当時は中国やロシアより先に基本的価値を共有する友好国である韓国と電話会談を行ったが、今回は順番が変わった。7日にロシアのプーチン大統領、8日に中国の習近平国家主席と先に電話会談し、韓国を後回しにしたのだ。東京オリンピックの開会式への出席を機に、関係改善を図ろうとした韓国の要求に冷ややかな反応を示した菅政権よりも、さらに冷淡に接していることがわかる。日本の冷ややかな態度は8日、岸田首相の初の所信表明演説でも確認できる。岸田首相は外交安全保障について、自由、民主主義、人権、法の支配といった普遍的価値を守り抜くとし、アメリカをはじめオーストラリア、インド、ASEAN、ヨーロッパなどの同盟国、同志国と連携していくと強調した。韓国関連の言及は同盟国や同志国、さらに中国とロシアを列挙した後、短く登場した。韓国について重要な隣国とした上で健全な関係に戻すためにも、我が国の一貫した立場に基づき、韓国側に適切な対応を強く求めていくと明らかにした。岸田首相の言及した一貫した立場とは、日本軍慰安婦被害者と強制動員被害者に対する賠償補償問題などで、韓国側が先に日本が納得できる解決策を用意しなければならないということを意味する。注目すべきは、今年1月に行われた菅首相の施政方針演説には、現在両国関係は非常に厳しい状況にあるという文言があったが、今回の演説では抜けている点だ。日本が現在のような冷え切った関係を韓日関係のニューノーマル、新しい均衡とみなしているのではないかと推定できる部分だ。それでは韓国の国民は一体どのように今後のことを考えているか、世論調査の結果も見ておきましょう。韓日関係改善。日本政府がまず態度を変えるべき。世論調査会社のリアルメーターが11日に発表した調査結果によると、岸田内閣の発足を受けた今後の韓日関係について 58.4% が日本政府がまず態度を変えるべきと答え、日本政府の前向きな態度が必要だと指摘した。韓国政府による積極的な関係改善との回答は 21.9% にとどまった。韓国側の国民はあくまでも日本政府の方に問題があるという認識を変えていないようです。
まず最初に言っておかなければならないことがあります。私はある政策について取り上げて、これが良ければ全て良しといったような評価の仕方はしません。ですから、今回の岸田総理大臣の韓国への対応というものは良いと評価できるわけですが、同時にこれによって全ての政権のやることが100点満点になるわけではありません。私はそれほど優しい評価をするわけではありません。しかし、岸田総理大臣の出だしの外交においては、韓国に対しては非常に問題点がないと言える状態です。例えば、韓国側では所信表明演説において、韓国側に対する言及がたった2カ所しかないじゃないかといったことを嘆いていますし、また、ムン・ジェイン大統領との電話会談すらできていない状態というのは異常だというふうに思っているわけですが、日本側から見れば、そんなことは全く異常ではありません。岸田総理大臣の所信表明演説にもありましたが、まず非常に重要な国々との対話を重ねていくことが重要ですし、また緊張関係にある中国との外交の窓は開いておかなければなりません。対立していればしているほど、より厳密にリスクコントロールしていかなければならないからです。そういった意味で、韓国との電話会談というものをどんどんと後ろに伸ばしているのは私は非常に良い考えだと思います。韓国と話している時間などもったいないからです。なぜならば、日本側の基本姿勢というのはあくまでも韓国において国際条約を守らないという非常に横柄な態度、そして無礼な態度というものが日常化しており、このような態度を改めないのであれば、日韓関係の改善など全くありえないという態度を取る。これは全く正しい方針だからです。そのような方針を取ることができているのは何といっても、これまでの政権においてそのことが実施できているからです。安倍総理の時代からそして菅政権へと変わっても、韓国に対してはあなたたちの方こそおかしいんですよということを言い始めました。このようなことを言っていて、じゃあ日本にとって何か害があったかといえば全くありません。つまり韓国の方が悪いんですよということに何ら問題がないことが実証されている状態ですから、この状態を岸田政権になってから変える理由が今のところないのです。ましてや韓国においてはムン・ジェイン大統領はもう退任することが決まっている終わった大統領です。彼を相手にする理由など全くありません。そして今回の記事でも取り上げられていますが、韓国側の国民はそのような状態にもかかわらず、日本側の方が悪いんだから日本の方が態度を改めろと言っている状態ですから、ますます日本の方は全く彼らを構う必要はないのです。そして今回記事ではご紹介しませんでしたが、韓国の駐日大使が日本にもいます。駐日大使は菅政権の時においても、そして現在の岸田政権に代わっても未だに外相や総理大臣と面会することができていません。韓国の駐日大使はいやいや現在の政治状況から考えてなかなか話をすることもできないから申し込んでいないだけだというふうに韓国側の報道には答えてはいますが、実際問題韓国の駐日大使が総理大臣に面会を申し込んだとしても今は忙しいからと断られる可能性があり、そのようなことになれば赤っ恥ですから、そのような恥をかかないために自分の方から辞退しているんじゃないかなとも思いますし、実際にはそのようなことが表沙汰にならない程度で水面下では断られているのかもしれません。そして日韓関係のことについて言えば、韓国側の方が悪いですよという話は一つ二つ三つとどんどんと重なっている状態ですから、日本側の方針が変わっていないということ、そして継続していることは日本にとっては正しい方向に向かっていると言えます。この継続は力なりという意味においては、韓国側に対してずっと続けることが一番大事です。もちろんそれが最上の策ではありません。日本側は基本的に韓国を放置しているわけですが、私から見ればもっと韓国側のやっていることを日本側から批判して、そして彼らに対する制裁の口実にすればいいのにと私は思っています。韓国がミスをしているんだから、そのミスに乗じて彼らに規制をかける、制裁をかけるといったことは決して悪い策とは思えません。私の意見というのはあくまでも高望みというふうに思われる方も多いでしょうし、実際問題彼らを放置しておくべきだという意見というのもネット上では主流だと思います。そういった意味では岸田政権というのは現在のところ韓国に対しては全く関心がない。そして韓国側に対してあなたたちこそ間違っているんだからあなたたちこそ態度を改めなさいという基本姿勢をとっている。これは非常に良い点だと思います。あなたは今回のニュースを聞いて岸田政権の韓国に対する対応というのを何点をつけるでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録を、そして投げ銭機能のあるところではぜひとも投げ銭もお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。